自分のスタイルに合ったその竿っていうところで、今まではロックショア用の竿を使ってやってみたりとか、シーバスロッドの、ちょっとヘビーなものを使ってやってみたりとか、ベイトタックルも、当然使っていたりするんですけども、自分のスピニングタックルで釣るその楽しさの中で、自分がこの竿っていうようなもんが今回作れただと思います。僕の場合は加工絡みの、サーフやゴロタバ、そういうところでヒラスズキを狙うことが多いです。で今回は、ステラの SW の4000番、SW の4000番に P2 号にナイロンリーダーの、40ポンドナイロンリーダーの40ポンドを1キロ半ぐらい入れて、使用しています。で実際にサーフで、竿は10フィートとか11フィートっていう長さのレングスの竿を使っていることが多いんですけど、一般的にはこの8フィート8インチで飛距離も十分出るし、波に叩かれてこう切れるっていうようなトラブルもテスト段階でずっと使ってますが、そういうのも1回もないんで、大丈夫だと思います。この8フィート8インチというこのショートロッドっていうことですごく軽快に長時間振り続けることが可能です。短い分操作性もいいし、アクションを入れたりするのもやりやすい。ロングロッドよりはすごく扱いやすいっていうことが、いいところです。サーフでヒラスズキをこうして狙ってるんですけども、ヒラスズキだけじゃなくて突然青物が食ってきたりとか、ヒラメやとかフラット系のマゴチが食ってきたりとかすることも多々あるんで、とりあえずはヒラスズキを狙ってやってるんですけども、青物が食ってくる場合もあります。主導権握りたいためにやっぱりちょっとパワーのあるロッドが有効だと思います。で実際にこのゼナックの RG ガイドシステムは、何がいいかって言ったらやっぱりその P ラインの糸絡み、海辺は風がやっぱりよく吹いてることが多い場所なんで、 P ラインのガイド絡みっていうことは非常に今までのそのガイドではトラブルが多かったんですが、この RG ガイドシステムになってから糸絡みがゼロとは言わないんですがほぼなくなりました。だから、サーフで夜間釣りをしていても実際ガイド絡み夜に起きたら大変なことになるんですが、ほとんどそれが起きないっていうことがすごくいいとこです。それで、今回採用になっているセナックのヘキサゴンオリジナルリールシート、ラバー仕様になってるんですが、このラバー仕様のグリップは多少こう手が汗ばんだりとか海水で濡れても全然滑らなくて、グリップ力がすごくよく、少ない力でこう握っていて、滑ったりしない、すごくこう握りやすいし疲れにくい、グリップになっています。サーフで青物を狙うときにそんなに水深のあるような遠浅のサーフなんで、まずトップウォータープラグから、使ってみたりとかすることが多いです。ダイビングペンシル、こういったダイビングペンシルであったりとか、ポッパーであったりとかで、だんだんレンジを下げていくような格好でミノを入れてみたりとか、そういうような探り方をして、最後はジグで底を取ってっていうような釣り方に、上からどんどん下げていくような攻め方をすることが僕は多いです。だだっ広いサーフなんですが、遠浅で、すぐ近くに、河口があり、で河口の周りにはベイトが溜まってたりとか、そういうのを青物が回遊してきて、狙ってくるんじゃないかということで、河口付近から、キャストを開始したいと思います。
使うロットは、先ほどと同じ、インクルード88、なんですが、リールが6000番、ステラの SW6000 番に P35、ナイロンリーダー80ポンド入ってます。細かいポッピングで、誘い出しをしながら広範囲にアピールをしようと思って、小刻みのポッピングをしています。全然これぐらいの 50g ぐらいの、ポッパーを投げても全然こう重さを感じたりとか、負けてる感は全くなく、すごくスムーズにキャストができます。従来型の、RG ガイドは足が短かった分、PE2 号までしか使用することができなかったんですが、今回は高足の RG ガイドが新しくなって、このガイドになってから、PE3 号を普通に通すことが可能になりました。実際に糸抜けもスムーズにスッと抜けるし、トラブルも全くありません。リーダーの長さなんですが、実際、これも1キロ半ぐらいの設定で、リールまでは巻き込まないような、リーダーを組んでいます。かなりスムーズに抜けて、気持ちよくキャストができます。ホッパーからダイビングペンシル、これも 45g、これに変えてみました。ダイビングペンシルもティップが程よく入ってくれて、ベリーからバットが強いんで、しっかりとダイブさすことができ、こういったちょっと荒れたような海峡ですが、その中でもしっかりと足元まで引くことができます。手前まで引き切れることで、やっぱりその足元のブレイク際で食ってくるような青物に対応できるっていうことはやっぱり有効な手だと思います。シーバスロッドを実際に使って青物をやってる人のほとんどが軽くて使いやすいからっていう理由で使ってられるんですが、実際青物がかかってからやっぱりシーバスロッドではちょっとパワー不足で走り回られて隣近所とお祭りするようなことがあったりとか、足元で突っ込まれて最後切られるみたいなことがやっぱり多いみたいで、ちょっと強めの竿が必要かなっていうところで、このインクルード88になったらちょうどいいところじゃないかと思います。対象の青物といったら全般的になるんでしょうが、基本近海で釣れる、ブリ属が私はメインでやってる魚で、サイズ的には実際にこのテストロッドで、釣り上げたのは85、6センチぐらいまでのは、何匹か釣りましたが、全然余裕で対応できました。まだまだ大きいサイズまで十分可能だと思っております。同じ竿で、赤目も狙ったりとか僕はするんですけども、実際にこの竿で、赤目狙いに使ったりとかする竿ルアーが、こういったジョイント系の、ルアーで、実際にこういうダイビングペンシル系のこういったルアーをよく使うことがあるんですけども、実際にこういうので、赤目をよく釣ることがあります。この竿が出るまでにこういった 100g を超すようなビッグベイトをスピニングで投げれるような竿っていうのはやっぱりショアジギングロッドとかそういうのでしかなかったんですが、やっぱり竿自体がごっついものになってしまうんで、今回このインクルード88でしたら、こういったルアーもオーバースペックですが、よく考えて使えば十分使うことが可能になりました。この122センチの赤目を釣った時は、実際にこの竿の、テスト段階の時で、かかってから、どれだけのそのパワーに耐えれるかっていうことをテストロッドなので折れてもいいわっていう気持ちで、ガチンコファイトしましたが、実際のところ、このロッドの、すごいパワーで
赤目をキャッチすることができたのはすごく、驚いたところです。このロットのおかげでさらに赤目ゲームが、楽しいものになりました。インクルード88みたいな1本あったら、いろんな大型の魚とやり取りができるっていう。今回のロットは、かなり完成度の高いロットに仕上がってるんで、いろいろな人に、このロットを使っていただいて、そのロットで、いろんな夢を叶えてもらう、いいストーリーを作ってもらえたらいいかなと